どうも、ワンピースの謎解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2022年10号、ワンピース最新話、1039話、大鳥を考察していきます。この1039話は激アツなバトル回ですから、こんな野暮な考察を見るより、本編を見て興奮するべきですが、そこには様々な仕掛けがありそうです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は多いネタバレを含む内容です。さらに最新話の考察の場合は怒涛の語呂合わせ考察が続きますから、苦手な人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。今回1039話のスタートは、花の都に鬼ヶ島を落としてなるものかと引っ張る桃之助。これが1039話の話数の語呂合わせ一つ目。0を前につけて落とさない。落とさないでしょう。9は英語で9なのでないです。ここで桃之助は誰か呼んだかと言っています。これはもちろんズニーシャでしょう。桃之助は無意識にズニーシャを呼んだのか、もしくはもう一人の光月家、光月日和が無意識に呼んだのか、鬼ヶ島はとりあえず花の都から離れています。このまま海でズニーシャと合流するのでしょうか。場面は変わってライブフロア、キッドの鉄の内の猛アタックに苦しむビッグマム。しかしここでローがキッドに、俺は前座じゃないと二人がイチャイチャと揉め始めます。そんな二人をよそにビッグマムの手がプラーンと折れています。これが1039話の話数の語呂合わせ二つ目。手が裂ける。手が裂けるでしょう。ローの内部攻撃でビッグマムの手の骨が裂けたようです。こちらは先週語呂合わせのみ合致できました。こちらです。次の1039話の話数の語呂合わせ予想3つ目は、手が裂ける。手が裂ける。ビッグマムの手が裂けるのでしょうか。いや、手が裂けるとしたらキッドの方。一度はビッグマムの手が裂けると考えましたが、キッドの方の手が裂けると考えてしまいました。ここでビッグマムは自分の魂を使って骨を治癒します。例えるならビッグマムは RPG で回復系の魔法を使う厄介なボスでしょう。一方でローは次の攻撃で力が尽きるといい、ローはキッドにビッグマムを倒すための策を話します。これが1039話の話数の語呂合わせ3つ目。入れる策。入れる策でしょう。ここでキッドはローに俺に指示するなと怒っていますが、これはシャボンディ諸島でパシフィスタと戦った時は逆にローが命令するなとキッドに怒っていたことと繋がっているようです。この506話でパシフィスタはレーザー砲を放っていましたが、1039話でビッグマムは炎のプロメテウス、剣のナポレオン、ライウンヘラ3体のホーミーズの合体技メーザーサーベルを発動。キッドの鉄の後ろを切ると夢見る時間は終わったとキッドに迫りますが、キッドは直々のみの覚醒技アサインでビッグマムを S 極に、後ろの塔を N 極に変えてビッグマムをくっつけて固定します。これが1039話の話数の語呂合わせ4つ目。磁石。磁石でしょう。こちらも先週語呂合わせのみ合致できました。磁石で貼り付けにしたビッグマムを再びキッドは鉄の牛で猛アタック。しかし怪力ビッグマムは貼り付けにされた塔ごと動いて塔をひっくり返してキッドの鉄の牛を防ぎます。これが1039話の話数の語呂合わせ5つ目。盗作。盗作でしょう。盗作とは逆になる、ひっくり返すという意味です。塔をひっくり返したビッグマムは今度は3体のホーミーズの化身人型のビッグマムの手先馬砲砲ミザリーを発動。人の形をした炎であり雷であるミザリーがキッドを襲います。これが1039話の話数の語呂合わせ6つ目。手先。手先でしょう。この馬砲砲ミザリーのモチーフは読んで字のごとく懐かしのアニメ世界名作劇場母を訪ねて3000里でしょう。ビッグマムの母と3体のホーミーズがかかっており、さらにミザリーという名前は懐かしのホラー映画ミザリーにもかかっているでしょう。ミザリーとは直訳すると哀れや惨めさを表し、人気作家を狂気的なファンが追い詰めるストーリーでした。さらにこのミザリーはビッグマムの育ての親マザーカルメルをイメージさせているかもしれません。ミザリーのカールした前髪はカルメルの前髪にそっくりです。これは秀逸なつながりとネーミングです。そんなビッグマムの手先ミザリーに追い詰められるキッド、ここで今度はローがタクトで塔を逆さまにしてビッグマムの脳天に炸裂させます。これもひっくり返すという意味の語呂合わせ盗作でしょう。ちなみにここでローの手先に描かれたデスの文字のタトゥーがイートのみになっています。これはつまり甘いお菓子、甘い糖ではなく糖でも食ってろババアという意味かもしれません。ローの手先はクイッとなっていますからクイです。そしてローは愛刀帰国をビッグマムの胸にサクッと刺しました。これが1039話の話数の語呂合わせ7つ目。入れる策。入れる策でしょう。こちらは先週語呂合わせも内容も的中できました。ビッグマムに刺した刀はどんどん伸びて上空の鬼ヶ島から地上へ、そして地中へも伸びていきます。
しかしこれは体力を使うオペオペの覚醒技ですから、ローはかなり体力を消耗し、限界を迎えると、ここでパンクチャービレを発動します。パンクチャーとは戦死、医療用語で注射針で刺すことです。ローはここでまだだ、もっと深くと言っているので、理屈はどうあれおそらく深く刺せば刺すほどその強さ、衝撃が高まるのでしょう。なぜなら注射針ですから、深く刺せば刺すほど痛いです。上空の鬼ヶ島から地中まで伸びた刀がとんでもない衝撃波を生み出し、地上に大穴を開けました。これが1039話の話数の語呂合わせ8つ目、入れて参考、入れて参考でしょう。9は9つなのでこうです。参考とは穴を開けるという意味です。そしてこのパンクチャーによる大穴はおそらく前回1038話のキッドのセリフ、時間をかけりゃ水滴でも石を削るにかかってるでしょう。これはわずかな水の雫でも絶えず落ちていれば岩に穴を開けるという日本のことわざ、剣的岩をうがつそのものです。さらにまだあります。前回ビッグマムが持つ剣ナポレオンと同じ名前、ナポレオンが敗北したトラファルガーの戦いを紹介しましたが、コメント欄スティーブン・パーヤンさんによると、トラファルガーローの正式名トラファルガー・ワーテルローもこの戦いにかかっていそうだと教えてもらいました。それは同じくフランス軍ナポレオンが敗北した1815年に起きたワーテルローの戦いです。ワーテルローとはフランス語でワーテルローと書き、その語源はゲルマン語のワラー、水です。つまりワーテルローこと水が穴をうがつ、それこそが剣的岩をうがつ。そしてこの穴は鬼ヶ島を突き抜けており、それを地下の武器庫のヤマトも確認しましたから、鬼ヶ島を桃之助が海まで引っ張ってローが開けた穴からヤマトが爆弾を海に落とせば、とりあえず鬼ヶ島は助かりそうな気がしますが、火炎棒をどう処理するのかが問題になります。とにかくローの大技を食らったビッグマムはボエボエと泣いていますが、まだ元気です。一方大技を決めたローは力尽きてミザリーに狙われ窮地に。しかしここでキッドが謎の大砲を作っていました。ローはビッグマムを仕留める大鳥をキッドに譲ります。これが1039話の話数の語呂合わせ9つ目、自作でしょう。こちらも先週語呂合わせが合致できました。キッドが磁石で自作したのはなんと電磁砲、とある磁力のレールガン。どこから電力を引っ張っているかは分かりませんが、キッドの大技ダムドパンクが炸裂。これが1039話の話数の語呂合わせ10個目、10炸裂。10炸裂でしょう。ダムドパンクとはイングランド出身のパンクロックバンドダムドとフランスのテクノハウスデュオダフトパンクの2つを掛け合わせたネーミングでしょう。ちなみに僕が被っているマスクも海外から輸入したダフトパンクのコスプレマスクです。ダフトパンクの名曲といえば One More Time、 もう一度です。この1039話では次は夢見る時間は何度言わせるなどのセリフが登場しており、さらに水が岩に穴を開けることわざ剣的岩をうがつなど One More Time、 もう一度何度でも挑戦することがテーマとなっている回でしょう。ダムドパンクを食らったビッグマムはおーと叫びますが、先週考えたような黄金の鐘と表裏一体となるシーンとは程遠いので外れました。ここでさらに考えたいのは1029話のキラーです。1039話のキッドは1029話のキラーと繋がっているでしょう。キラーのマスクはまるでダフトパンクですが、それよりもこの1039話にはひっくり返る塔が2度描かれました。1029話のタイトルはタワー。1029話でキラーがホーキンスを倒した時、ホーキンスが最後に引いたカードがタワーです。塔のカードの意味は古きものの崩壊、そして新しい道です。長らく海を支配してきた四皇の時代は終わり、最悪の新世代が時代をうねらせるとなると、塔のカードの絵柄では2人の人間が塔から落ちていますから、ビッグマムとカイドウは鬼ヶ島から落下するかもしれません。落下したビッグマムは再び記憶喪失になる。タロットカード塔のカードの正位置の意味は破綻、戦意喪失、そして記憶喪失です。本編の流れの考察は以上です。続いて考えたいのは1039話の扉絵です。1039話の扉絵では麦わらの一味が森の洞窟を探索しています。扉絵の語呂合わせはおそらく詮索でしょう。詮索とは細かいところまで探り求めることです。ロビンが洞窟内のドクロを探っています。そしてこの扉絵の洞窟の内部は紫色。その洞窟から出てきているルフィとチョッパー。その森はドロッとした樹脂が垂れているかのような琥珀色。そして木には赤い猿が何やらルフィたちを導いています。
ナミの T シャツにはオープン、開くの文字があり、サンジの T シャツにはフリーダム、自由の文字があり、サンジの帽子には SE または56という文字も見えます。これらはルフィの覚醒が近いことを表しているのでしょうか。こちらの動画ではルフィ琥珀融雪と題してゴムゴムの実が覚醒するとゴムは樹脂になり琥珀になり油の能力が使えるようになると考えましたが、そのように考えてしまっているから今回の扉絵がそのように見えているだけでしょうか。紫色といえばこちらの動画ではゴムゴムの実が紫色なのは熟れたオリーブがモチーフではないかと考えました。そしてコメント欄、彩香さんの情報によればゴムゴムの実は初期構想では紫色ではなく緑色だったそうです。ここでコメント欄、フリーフォールさんから教えてもらったオリーブの伝説を紹介しましょう。紀元前3000年頃、人々は風車を使ってオリーブからオイルを絞っていたそうです。風車です。そして聖書では大洪水が起きた世界でノアはノアの箱舟から鳩を飛ばしてオリーブの枝を加えてきたことを確認して大洪水が収まったと考えたそうです。そしてオリーブはエジプトでは太陽の象徴と呼ばれ、古代ギリシャでは麦の束が太陽の象徴と呼ばれています。脱線しましたが、ここで考えたいのは次回からワンピースは1030話題から1040話題へと突入するということです。これがどういうことかわかるでしょうか。過去4つの動画で私が考えてきたルフィ油説。その中でなぜ私が最終結論で油というよりも樹脂を押すようになったのか、皆さんはお気づきでしょうか。おそらくルフィは1040話から1049話の間の街道戦で覚醒するでしょう。であれば1040話から1049話の話数の語呂合わせで重要となってくるのが樹脂です。樹脂とジューシーです。1040話から1049話では10と4が出現しています。樹脂とジューシーの語呂合わせがどこかで必ず成立するのです。そうです。私がルフィの覚醒能力を途中から樹脂にしたのは話数の語呂合わせが1040話台に突入するからです。この私の推理は正しいのか外れてしまうのかどうなるのでしょうか。だいたいこういうパターンは外れるでしょうけども、この1040話もたくさんの語呂合わせが成立する数字です。1040話の話数の語呂合わせ予想一つ目は銃砲。銃砲というのはどうでしょうか。すでにキッドはビッグマムに電磁砲を放っていますが、引き続きビッグマムにその電磁砲を放ち続けるのでしょうか。1040話の話数の語呂合わせ予想2つ目はド忘れ。ド忘れというのはどうでしょうか。先ほど考えたようにビッグマムが衝撃を受けて再び記憶喪失になってしまう可能性です。そしてもしもビッグマムが記憶喪失になれば再びルフィたちの手助けをしてくれる可能性もあります。それは1年前こちらの動画で考えたハートのシンボルを持つキャラクターはルフィの命を救ってくれる説です。こちらです。ビッグマムのタトゥーはハートですが、ワンピースにおいてタトゥーは様々な伏線や物語を盛り上げるために使われているシンボルです。作中でハートのタトゥーを刻んでいるキャラクターは3人います。ノジコ、トラファルガーロー、そしてビッグマムの3人です。このうちノジコはアーロン戦で池の中に沈められたルフィの命を救ってくれました。ローは頂上戦争でボロボロになったルフィの命を救ってくれました。ローの胸には大きくハートのタトゥーが刻まれ、これは亡きコラソンが背負っていたスートです。コラソンとはスペイン語で心という意味です。となると3人目のハートのタトゥー、ビッグマムをルフィの命を救ってくれる可能性が浮上し、それはいわばカイドウへの裏切り行為になるかもしれないと考えられてしまうのです。実はビッグマムはすでに過去2度ある意味でルフィたちを助けてはくれています。1度目は命の神ビッグマムのビブルカードです。ナミがローラからもらったビブルカードはホールケーキで絶大な力を発揮しました。2度目は囚人採掘場。記憶を失ったビッグマムが採掘場の扉を開いて登場しなければキッドとキラーを人質に取られ首輪もつけられているルフィはクイーンにかなり苦戦したでしょう。こちらの動画ではビッグマムはルフィたちを過去に2度救っていると考えましたが、実はビッグマムは飛び六砲ページ1を倒してナミたちをある意味で救ってくれていますから、すでに合計3度救ってくれており、この考察は的中しています。つまり4度目もあるかもしれません。それにビッグマムが死んでしまうと、せっかく仲間にしたナミの亡霊ゼウスが消えてしまいますから、ビッグマムは生き残るでしょう。1040話の話数の語呂合わせ予想3つ目は年寄り。年寄りというのはどうでしょうか。ゼロは中国語でリンなのでリです。これも68歳の年寄りビッグマムを表す語呂合わせです。
1040話の話数の語呂合わせ予想4つ目は、刀傷。刀傷というのはどうでしょうか。刀傷とは刀で切られた傷ですから、牢の帰国があともう一度活躍するのでしょうか。もしくは謎の死神とゾロが描かれるかもしれません。他にも1040話刀傷の語呂合わせは、刀傷や刀傷、登場に登場、さらに同情などもあります。1040話の話数の語呂合わせ予想5つ目は、ジューシー。ジューシーというのはどうでしょうか。先ほど言ったように1040話から1049話の間なら、樹脂やジューシーを10回分語呂合わせ可能です。その中でもポイントになるのは1043話、ジューシーの実。ジューシーの実です。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。